とんこつです。前回はこちらマケラカーベラエアのスペックとか使い勝手、精度のレビューなんかをしたんですけども、じゃあ実際何に使えるのかっていうのはね、皆さん疑問だと思うんで、いろんな形状とか材質を削って、より実用的な作例を皆さんに見ていただいて、何に使えるのかを参考にしていただけたらと思います。1点注意事項としては、必ずしもこれだけで完結するのではなくて、ボールパンとか線パンとかいろんな機械を使って加工することになると思います。その点だけご了承ください。今回はナレーションスタイルでお送りします。これは工具箱ですね。エンドミルを取り出しています。こちらはメントリー工具ですね。上から雪みたいなのが降ってますが、これは直前にアクリルを加工してたので、その粉が上から落ちてきてるだけですね。ヘリカル穴開けでアルミの A5052 に穴開けしています。この辺非常にスムーズですね。で、ここなんですけど、ちょっとね、コーナーでガッと力がかかってビビってるって感じですね。ここら辺まだ全然条件詰めれてないんで、こういう機械は切り込み増やすというよりは、切り込みを減らして F 上げて、高送り加工みたいな感じで加工するのが相性いいんじゃないかなと、やってて思いました。そこそこ綺麗に削れてて粗なんで全然問題はないんですけど、機械の寿命とか考えるともうちょっと優しく加工してあげた方がいいかなと思います。で、これが、メントリ工具ですね。岩田ツールさんのトグロンシャープ。これ初めて使ったんですけど、めちゃくちゃ良かったですね。一発でかなり綺麗に仕上がるんで、この後荒仕上げ分けたんですけど、分ける必要もなかったかなっていうぐらい綺麗に加工できました。荒で使ってたのは OSG さんのアルミ用の DLC 工具ですね。ちょっと名前忘れたんですけど、あれは卓上機に非常に向いてる工具ですね。この後もたくさん出てきますけど、シャンクが6で3パイとかなんですよ。なんで3パイの割には工具の強度もしっかりあって、で6パイだからコレットも交換しなくてよくて非常に使いやすかったですね。表面で面取りまで仕上げて、裏にひっくり返して面取りして輪郭を切り抜くみたいな。でも切り落としちゃうと引っかかったりするんで、プラモデルみたいな感じでリブ残し加工で仕上げてます。これは裏の座繰りか。これはOSG さんの工具でやってます。原点ねしっかり合わせてるんで、下穴とのズレもなく座繰り加工できてます。で、これがさっき言ったリブ残し加工ですね。ちょっと分かりにくいんですけど、この後詳しく説明します。このままね、切り離しちゃうとワークぶっ飛んじゃうんで、それを防止するために何箇所かリブを設けて完全には切り落とさないという加工ですね。で、これ別の2つ目のパーツにもう移行してるんですけども、ここでもさっきの OSG さんの工具が大活躍して、荒取りから仕上げまで1本で加工してます。これに使った工具は2本だけですね。3パイの工具、エンドミルと6パイのメントリーだけかな。これ今仕上げかな。これリブ残し加工で、輪郭走ってるんですけど Z が何回か上がってるの分かりますかね。これがリブ残し加工で、その上がったところは切り落とさずに残ってるところです。で、こういった加工のキャムは一見難しそうに思えるんですけど、オートデスクフュージョンであれば 2D 輪郭のジョブのタブにチェックを入れるだけで好きなところにタブ、リブを配置することができて、そこ以外をうまく避けて仕上げを行うことができます。で、完成したらこんな感じですね。プラモデルのようにランナーがつながってるみたいな感じで、ニッパーで切り離したりして、残ったところをこういったベルトサンダーで仕上げるともう完成っていう。これは結構、5軸加工とかでもよく使われる加工で、どうしてもねクランプできないとか、そういう仕事の時に使ったりします。
これはあれですね、自作した結構前に作ったタッピングマシンですね。重力で簡単にタップが立てれるよという、一応販売もしてますんで、よかったら購入してみてください。台が悪くてね、やりにくかったんですけど、一応タップ立てれます。で、これはですね、穴開ける場所間違えて再加工してるって感じですね。で、ここまでいっちゃうと原点取るの結構難しくて、難儀しました。ただ一応そこまで重要な精度のところではないので、ある程度で開きました。ようやく1つ目できました。F22 用のバックパックプレートです。これ何かというと、ウランジというメーカーが出している F22 というクイックリリース、こっちをカメラ側、こっちを三脚側につけることによってワンタッチで付け外しができるという優れもの、非常にねコンパクトでかっこよくて使ってるんですけど、いろんなところに使ってます。この取ってるオズモポケットのとこにもついてるし、三脚にもついてるし、昔ケロさんから頂いたこのミニ三脚のここにもついてるし、このマグネットベースの三脚のここにもついてるし、家にも三脚あるんでそれにもつけてて、でカメラも2台あって、ここにもついてるんで、それぞれが互換性を持ってていろいろ付け外しができるようになってるんですけど、たまにですねリュックのここにカメラをつけたいな、こんな感じでねぶら下げたいなっていう時があって、専用のがね売ってなかったんで作ったって感じですね。で、組み立てですね、ネジロックをつけて、まず F22 をこの台座につけていきます。これが取れちゃったらもう大惨事なんで、ここはしっかりネジロックつけて固定をしていきます。穴位置間違えちゃったんでね、なんか余計な穴が開いてますけど、軽量化ということで、いいかなと。で、カバンにセットして上からボルトで締めていくと。一応カバンの紐の厚さなんかも考慮してるんで、比較的しっかり固定できてるかなと思います。もうちょっとコンパクトに作れそうな気はしてますね。で、今ここもねネジロックしちゃってるんですけど、本当はこの後サムネとかね撮りたかったんで、ネジロックをつけたりつけなかったりしたはずです。ここで多分気づいて、ネジロックやめようみたいなね。ちょっと今カバンがすっからかんなんでね、重心が微妙かもしれない。ワンタッチでカチャッと。これ上から下にワンウェイの方向にしか取り付け取り外しできないんで、逆に下に落ちるってことはね、ピンが折れたりしない限りはないですね。ここでもいいかもね。でも全然いいかも。ちょっと工場見学とかね、リュック背負ったままやったり、たまにある。結構便利かなと思います。何そか。次はハンマーの持ち手部分を木で作っていきます。これアサメラというちょっと硬めの木にはなるんですけど、全然余裕で削れちゃいますね。4軸加工、同時4軸加工ですね。普通 C 軸って言ったりするんですけど、この機械では A 軸なんで A 軸で統一させてもらいますけど、A 軸を旋回させながら XYZ 同時に動いて加工していく。結構ね綺麗に仕上がるんですよね。木工なんで何も気にしなくていいから、もう切削の負荷で止まるとかいうことはないので、切り込みとか大幅に間違えなければ、これは非常に安心して加工することができました。ただ加工時間はね結構かかりましたね。で、どうしてもチャックで掴んでるとことかテールストックで押してるところっていうのは加工できないので、ハンドツールで仕上げました。次はこの材料を使って金型を作っていきます。こちらの材料、白銅株式会社様よりご提供いただきましたA6061 のスーパーフライス6面という高精度な仕上げが施された
6F 材ですね。はい、この光沢です。光沢だけじゃなくてですね、直角平行バチバチに出てるスーパーフライス6面なんで、高精度な加工にはもってこいの材料だと思います。これも OSG さんの工具ですね。これは3パイだったかな。小径の工具なんですけど、シャンクがしっかり6パイあるんで、しっかり合成を保った加工ができますね。今回は切り込み減らして送り上げてみたいなパスにした気がします。で、ここはピンを圧入するところですね。で、ここは1パイのボールエンドミルで等高線加工をしてます。ちょっと分かりにくいんですけど、一応 3D 形状になってまして、テーパーとかいろいろついてるんですよね。で、3D 加工は基本的に壁面は等高線加工で、この後出てくるんですけど、平面に近い方は操作線加工。この2つを使えばもうほとんどの形状加工することができます。この使い分けがね、最初多分結構難しいと思うんで、どのパス使ってどこが加工できるのかっていうのが、分かりにくいんですよね。はい、これが操作線加工ですね。平面に近いところを加工してます。これただの平面じゃなくて傾斜ついてますんで、普通のエンドミルでは加工できないところですね。ボールエンドミルで加工しています。これもね、結構綺麗に仕上がるんですよね。ボールエンドミル自体は中国の安いやつですけど、パスもいいし、フュージョン、オートデスクフュージョンですね。で、3D 形状は基本的に等高線加工と操作線加工でなんとかなっちゃうんですけど、どうしても隅 R とか R 部分が綺麗に出ないことがあって、そこはね、ペンシル加工とか使ったりするんですけど、今回なぜかうまくパスが出せなくて、コーナーという 3D 加工のジョブを使ってパスを出しました。これはボール板でバカ穴を貫通させてるとこですね。卓上 CNC で貫通させてもいいんですけど、工具長がそれだけ必要だったり、貫通させるとそのジグとかテーブルも加工してしまうので、途中までで止めておいてボール板で貫通させるという方法で加工してみました。どうでもいい穴なんでね、適当でいいかなと思います。で、これピンの圧入ですね。こっち側は圧入にして、もう反対側を H7 のぐらい、H8 ぐらいの。ここからは鋳造をしていくので、昔作った電気炉で鉛を溶かしていきます。融点がだいたい330度ぐらいなんで、ちょっと高めに設定しておいて鉛を溶かします。で、これがルアーの内部に仕込むステンレスの針金ですね。これを作るのがね、今回一番難しかったですね。その一体物で3箇所の輪っかがあるので、めちゃくちゃ大変でした。一番時間かかったのは本当に。これのジグが欲しいなと真剣に思いました。で、しっかり金型をボルトで固定して、オーブンで予熱していきます。型が冷えてるとどうしてもそこで流れが止まってしまうんで、型は温めてた方がいいそうですね。で、350だと微妙だったんで、ちょっとね、温度を上げて420度で鉛を流します。はい。型はまだほんのり熱いんですけど、鉛は固まっているので、型から外してみます。うまくいってるといいんですが、そもそも型から外せるのかっていうね、問題もありますけど。あ、いけそう。おおすげえできてる。ちょっとシワは
あるけど、うわ、すげえできた。ここね、ここダメだね。いやー、でも、すごいわ。いや、若干やっぱ素があってすげえ。もうちょっと型の温度を高くすれば、綺麗に流れてくれるのかな。うわー、すげえ、全然いい。面白い。はい、いかがだったでしょうか。マケラ、カーベライヤーの実践的なレビューということで3種類作ってみました。こちら、アルミ削り出しのカメラ部品。4軸加工を用いた木工加工。そして 3D 加工をふんだんに使用したアルミ金型からの鉛鋳造ですね。どれもそこそこうまくいって非常に満足しております。で、改めてね、使ってみて非常にポテンシャルが高い機械ですね。長時間運転、3、4時間連続運転することもあったんですけど、エラーで止まったりすることなく、最後までしっかり動き続けてくれました。工具調センサーとかね、原点も非常に取りやすくてですね、初心者から玄人の方まで使いやすい機械だなと改めて思いました。で、1個ね、気づいたのが、4軸加工をね、やってる時に、A 軸を旋回させながら嵐上げやってたんですけど、A 軸の送り速度に限界値がかなり低めに設定されてて、木工なんで F3000 とかでね、加工したかったんですけど、どんだけ上げてもね、変わらなかったです。おそらく1000とか1500ぐらいまでしか出てないんじゃないかなと思います。なので、無駄に時間がかかりました。一番これが時間がかかったかもしれない。はい。そんな気づきがありました。今後ね、アップデートとかで改善されるかもしれないし、モーターがね、ちっちゃいんで、されないかもしれないという感じです。で、あとね、コレット、4パイのコレットをね、自分で購入して、やったんで、非常にやっぱコレットの交換も簡単なんで、さらに使いやすくなりました。あとは3パイも買おうかなと思ったりしています。はい。一緒に買えばよかったですね。で、このルアーに関してはですね、僕、魚釣りしないんで、父上が、漁師やってるんで、父上に送りつけて、釣れたか釣れなかったか、報告はX かな、X とかでつぶやくと思うんで、フォローしていただけたらと思います。こんな感じのものづくりが好きな方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。こちら概要欄にね、貼ってますんで、ぜひ見てみてください。ご視聴ありがとうございました。